クラブグッドバイブスコアース間違えました。シャーマンリオです。社会と未来をつなぐ現代の未来系シャーマンリオでございます。今回はスピリチュアル強めの回になってます。合法タイマーで Higher Self とつながる方法を解説していきます。その前に1個あります。10月25日の新月からリオスペシャル音差ヒーリング動画をリリースします。50分間たっぷりと鼓膜ダイレクトで音差の波動で意識のチューニングを整えて、とにかく波動を上げていく大ボリューム50分間のヒーリング動画となってます。新月の25日から29日までの限定販売で、これ以降は基本的に音源のみとなってしまうんで、この機会にぜひ。それじゃあ本題に入るんですけど、まずハイヤーセルフが何かっていう話ですね。簡単に言うとハイヤーセルフっていうのは高次元の自分自身です。Higher Self、Higher Self っていうのは英語の myself 私自身、yourself あなた自身で、Higher Self だから高い高次元の私自身っていう意味です。仏教の言葉でカリガとシンガっていう言葉がありますね。このカリガっていうのはかりそめの私っていう意味。カリガはエゴだったり自我だったり社会だったり、生まれてから外側の社会常識によって作られた自分自身のこと。例えば南米に生まれたら一般的にオープンになるとか、タイ人に生まれたらすごいチルなマイペースな人になるとか、日本人に生まれたら真面目になるとか、多かれ少なかれ誰しもが自分のオリジナルを生きてるわけではなくて、生まれ育った環境によって形成された作られた自分を生きてる。これがカリガです。で次はシンガ、これがハイヤーセルフなんですけども、生まれる前のピュアな状態、社会によって形成される前の私たち自身、ここ物質的な3次元ですね。私たちが生きている世界にいるのではなくて、その上4次元5次元で登った先にいる高次元の私たちで、このカリガとシンガの違い、つまりここにある自我を持った私たちとハイヤーセルフの違いは、アバターっていう言葉で分かりやすく説明できると思います。ゲームとか SNS でアバターって作るじゃないですか。ゲームの中の主人公を髪型だったり洋服だったりカスタムして、でそれを私たちはプレイヤーとしてキャラクターを動かしていくっていう、このゲームプレイヤーとアバターの関係っていうのは、ハイヤーセルフとここにいる私たちの関係と結構似てると思います。俺たちがアバターで、俺たちの本体は画面の外側でプレイしているっていう説。その本体がハイヤーセルフですね。アバターの意味を説明しておくと、アバターは神の化身っていう意味です。ハイヤーセルフっていう神なる存在。各々が各々の宇宙の中心にいる神様なので、その神様であるハイヤーセルフがこの3次元の現実世界をプレイしていくためのアバターが私たちであり、私たちは神の化身なんです。以上言っておくと、アバターだから、カリガだからしょぼい、偽物だって言ってるわけじゃないんです。エゴも自我も悪いものでは決してなくて、この3次元の世界を生きていくための尊い神の化身であるっていう。で、このハイヤーセルフですね、シンガとつながるメリットっていうの実はたくさんあって、この人生における使命に気づいたり、インスピレーションという形で3次元を生きていくための役に立つ情報をいっぱい下ろしてくれたりする。個人的にリオがハイヤーセルフとつながってどういうメリットがあるのかっていうと、動画のアイディアとか音楽を作る時のメロディーとかっていうのはほぼ全部インスピレーションによってバコーンと受け取ったものです。左脳とかロジックを積み立てていっても思いつかないようなとっても楽しいアイディアをいつもくれるんですね。で、ハイヤーセルフとかスピリチュアルな言葉を知らなくてもナチュラルにビンビンにそことつながってる歴史上のアーティストとか有名な人物ってのはたくさんいて、もうビンビンに宇宙から受信しながらやばい作品をこれまで作ってきたと。だからハイヤーセルフとつながると困った時とかどうしようって時にポーンってインスピレーションでヒントをくれて、チートモード的に人生が面白く楽しく好転していくっていう現実化のスピードもどんどん速くなってきます。ハイヤーセルフは上の次元にいる存在だからそれは当然なんですよ。この3次元っていう我々が生きている人生の迷路を上からスーッと見下ろして、あ、こっち行けばいいじゃん、あ、こっち行っときゃいいじゃん、こっちだよって教えてくれるのがグッドバイブスハイヤーセルフなんですね。で、このハイヤーセルフとつながる方法を今から説明していきます。あくまで俺のやり方なんで、これが唯一の正解ってわけではないです。各々が各々のやり方でつながってる人もたくさんいるんです。で、具体的にどういう風にやるかっていうと、今はシラフでも結構つながってる、来てるって状態に頻繁になるんですけど、最初のうちはやっぱり変性意識体験がトリガーになってたと思います。できたら
もちろん本物の大麻の方がいいんですけど、日本で大麻は法律で禁止されているっていう今の状態なんで、アメリカとかタイに住んでる人はね、ぜひ本物のジョイントで試してもらいたいんですけど、日本に住んでるよっていう方は合法大麻でですね、以前の動画で紹介した THCH でもいいんで、概要欄にクーポンコード貼ってあるんでよかったら。で、軽く吸ってブリブリにならないぐらいがいいです。1パフ2パフぐらいしてちょっとポワーっとなっている状態でお風呂に入るのがおすすめです。これなぜかわかんないんですけど、水に浸かっている時になんかこう受信する力が高まる気がして、俺以外にも同じこと言う人っているんですけど、美しき緑の星っていうめちゃくちゃスピリチュアルなやばすぎて発禁になっちゃった映画があるんですけど、その映画でも主人公たちは水に浸かっているとピュンピュンってこうテレパシーみたいな感じでつながることができるっていう描写があります。それで音楽を流すのがおすすめです。なるべく左脳を刺激しないもの、つまり言葉がない音楽。脳の右脳が感覚やスピリチュアリティだとしたら、左脳が言語や論理を司っています。言葉がある音楽を聴いちゃうとどうしても左脳優位になっちゃうんで、今回右脳優位にしたいんで、ふわーっとしたヒーリングミュージック。これが25日にリリースする音差だったりとか、クリスタルボールの音源。こういうのはYouTube とかで検索して流すのがおすすめです。で、次に瞑想してください。呼吸。自分の内側の時間に入る。瞑想が苦手っていう人は無理に頭を空っぽにしようとするんじゃなくて、体の感覚に耳を澄ませていく。髪の毛が今肌に触れてる感覚とか、吸って肺が広がって吐いて肺が縮まっていく感覚、吸う時の空気が鼻の穴を通っていく感覚だったりとか、内側の時間とつながっていくっていう、とにかく観察することで、瞑想のフローができたらば筒をイメージします。トンネルみたいなイメージがこの辺ですね。この辺からスーッと伸びてハイヤーセルフにつながっていくっていうイメージで、キラッとした輝いた星をイメージすると結構対象としてフォーカスしやすいです。ここじゃなくてここ、クラウンチャクラからスーって下ろした方が入りやすいっていう人もいると思うし、俺はなぜかこうサードアイでスーッとつなげた方がコネクトしやすいです。それも日によって自分の感覚でいろいろ試してみてください。本当にこれだけで簡単にできるんで、最初の頃具体的なピューンっていうインスピレーションとか言葉みたいなものが具体的に浮かんでこなくても、なんか色とかなんかそんな気がするなとか、そういう感覚を毎日毎日フォーカスしていって練習していくと、どんどんつながりが強くなってきます。で、つながりが強くなればなるほど魂が喜んでめっちゃ癒されます。現代人的な言い方するとストレスが浄化されます。練習していけば少しずつつながる感覚が強くなっていくと思うんで、やってみたい人はぜひ試してみてください。最後にお風呂の中で実際に実演して終わりたいと思います。はい、それじゃあ早速実演していきます。これが THCH です。ブリブリになるほど吸うと逆に集中できなかったりするんで、軽く1パフ2パフぐらいがおすすめです。それでは聞いてきたら瞑想状態に入っていきます。なるべく言葉で歌ってないもの、左脳を刺激しない音源を流して右脳優位にしていってください。今日はね、風の時代のマスターベーションでおなじみの音叉をお風呂に持ち込んでます。ちょっと鳴らして聞いてみます。死の時代のマスターベーションは体を喜ばせる感じだけど、風の時代のマスターベーションは魂が喜ぶって感じですね。マイクも用意したんで、皆さんの鼓膜ダイレクトに音叉を味わってもらって、10月25日にリリースされるリオ音叉ヒーリングがどんなものなのかっていうのをちょっとだけ味わってみてください。できたらここからはイヤホンで。こんな感じで50分間鼓膜ダイレクトで音叉のエネルギーを流し続けるっていう動画になってます。ぜひ皆さん鼓膜ダイレクトでシャーマンリオの音叉ヒーリングで癒されてみてください。リラックスしてふー
深い呼吸で、瞑想するのが苦手っていう人は頭の中を空っぽに無理にしようとしないで、自分の体の感覚に意識をフォーカスしていく。内側のリズムに気づきやすくなっているので、まずはゆっくり瞑想で自分の内側とつながっていく。普段喋ったり言葉を使っている時って脳波はベータ波の状態なんですけど、瞑想状態に入ってくるにつれてアルファ波、シータ波、デルタ波っていう風に変わってきます。自分の内側と十分につながれたら、ここに筒が出てるようなイメージで、スーッと透明な筒が伸びて、別の次元のハイヤーセルフとつながっていくようなイメージで、深い呼吸でスーッとスーッとスーッと筒が伸びていって、星のような瞬きを自分のハイヤーセルフだとイメージして、その星からスーッと消化体に向けて光を浴びているようなイメージングをするとつながりやすいです。感覚に集中していった先の色だったりイメージだったり、最初は具体的な言葉じゃなくてもなんとなくこれかなっていうのを捕まえて辿っていくのを定期的に続けていくことによって、どんどんつながりが強くなってきて、インスピレーション力がどんどん上がっていくんだよ。マジでインスピレーション能力が高まると超人生楽しくなります。パンってアイデアが浮かんできて、それを行動に移していくってこと。インスピレーションを受け取っているだけの状態だと、それはまだ高次元で止まってるんですよ。インスピレーション、ハイヤーセルフの情報を下ろして3次元に具現化していくのはこのアバターであり、私たちの自我なんですね。なのでインスピレーションを下ろして体を使って自我を使ってそれを形にしていくとき、誰もがシャーマンなんです。シャーマンってのは職業のことじゃなくて状態のことなんですね。何かと何かの真ん中、橋渡し、ハイヤーセルフ、インスピレーションと社会、現実の間、そこを取り持っていくのがシャーマンで、私たち人間なんです。人間はもともと全人類潜在的にシャーマンなんです。ということで今回こんな感じで終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。今もやっぱりなんかつながってる感覚があって、俺は THCH を吸わなくてもなんとなく未来の自分が今の自分に常にエネルギーを送ってくれてるような感覚があって、でそれを辿っていって今の俺があるんですね。全然俺が特別ってことじゃなくて、これできる人見てる方の中にもいっぱいいると思うんで、やったことないって人はぜひまずは瞑想から。お風呂じゃなくてもこれどこでもできるんで、ぜひつながっていく感覚試してみてくださいね。ビッグラブをお送りして終わります。お風呂の中から気持ちよいチルなバイブレーションになって画面の向こう側にエネルギーを送ります。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヒーリング、音声ヒーリング動画、興味ある方ぜひよろしくお願いします。ではまたねー。